皆さんどうも、スポーツブランド攻略ブログ管理人でございます。今回は、じゃんと登場しておりますライバルフライシリーズについて紹介、機能面、サイズ感、あとは重さ、あと違いですね、1と2の違いについて紹介したいと思います。で、左側こちらのピンク色のモデルが初代ズームライバルフライですね。で、右側が、ズームライバルフライ2となっております。箱根駅伝をモチーフにした、カラーリングが特徴ですね。なモデルが一発目に販売されて、それが、こちらとなっております。はい、それでは、まずはズームライバルフライ1から紹介していきたいと思います。でですね、まずはアッパーから紹介していきます。アッパーには、高級メッシュですね。イメージとしては。エンジニアドメッシュというメッシュを採用しております。特徴としては、オープンに編み込むところ、こうですね、通気性が必要な部分をオープンに、でサポート性が必要な部分、耐久性が必要な部分を、タイトに編み込むことを自由自在に行う、簡単に行うことができるメッシュ素材です。で耐久性に優れているんですが、非常に軽量というのもポイントですね。様々なランニングシューズに使われています。ペガサス35ですとかね。ストラクチャー22とかもそうかな、使われております。初代のズームフライと 4% もエンジニアのメッシュが使われておりました。でですね、シューホール部分ですね、ここのシューレースを通す穴の部分には合成樹脂、薄手の合成樹脂が配置されているので、ここも耐久性が非常に高いです。シューレースを結んでほどく際にはここ結構負荷がかかるので、こういった補強も大事なポイントです。なおかつ薄手になっているので重さをそこまで増やすことなく耐久性を強化しております。で、シューレースはすごく、細くて薄いものですねを使っているので、こちらも重量を上げることなく、なおかつ触り心地がすごく良いというかね、調整しやすい、動かしやすいものになっています。で、終端部分ですね。終端部分は左右非対称の終端になっています。少し動画だと分かりにくいかもしれないですが、左右非対称になっていて、なおかつ V 字になっている。これはズレ防止のためですね。ズレ防止のためにこのような構造になっています。で、終端のこのナイキのマークがついているこの内側の部分には、中にサポートパーツが入っていて非常に柔らかくなっております。足あたりがいいですね。ただ、ちょっと厚手になっているので、これがちょっとサイズを選ぶときとかに、走っているときとかにどう影響するのかっていうのがポイントになってきます。で、足首部分は非常に厚手になっているので快適です。柔らかく快適になっています。で、当時のランニングシューズ、今もそうかもしれないんですけど、こう、せり上がってます。ヒールの形状が。これはここにアキレス腱を当てた時にピタッとフィットして、スレやズレを防止するためっていうのがメイン。あとは、走ってる時に歩幅を少なくする。歩幅少なく、滞空時間を長くすることで歩幅を少なくして、乾燥した結果、他のシューズを使った時よりも歩幅が少ない状態でゴールする。いわば疲れないってことですね。はい。という形状になっています。で、次、ミッドソールですね。ミッドソールはクションが語源のクシュロン素材を厚手に採用しています。前足が 12mm で、ヒールが 19.7mm のオフセットが 7.7mm になっています。7.7mm ヒールがちょっと上がっている。はい、ちょっと前のめりになっているイメージですね。で、前足にはズームエアが採用されているので、より、つま先を重視した、フォアフット寄りの走り、いわばスピードトレーニングですね。駅伝、あとは、それに伴った中距離、短距離、アップ時のスピード練習であったりとか、日々のスピード練習に特化した構造になっています。もちろんヒールから入るゆっくりした走りにも向いているというか、できることはできるんですが、ズームエアが前についているということは本当に前足を軸にして前足でポンと力を抜いていくというか、入れて離れていくイメージですね。を想像した方がいいかなと思います。で、次にアウトソールなんですが、他のランニングシューズと比べると、ラバーがすごく多く配置しています。で、主にこの構造は、初心者に向けたサポートが必要、グリップ力が、足に力がなくてもグリップ力を提供するために採用される構造なんですが、このズームライバルフライはですね、本当に耐久性、毎日走る方のための耐久性を生かした構造を採用しているので、そういった耐久性の兼ね合いでこのような広範囲のラバーになっています。
で、広範囲にラバーをつけるとやっぱ柔軟性を失ってしまうという懸念点があるので、そこを補うためにこのように切れ込みを入れています。なので柔軟性はそこまで力を入れていないんですがあります。はい。ざっとこのような感じですね。で、重さに関しては最後まとめて、紹介したいと思います。ドンと。ズームライバルフライ2ですね。で、ここにちょっとジョンと駅伝と書いてあるのかなと思いきや、どうやらこれは伊田店と書いてあるそうです。はい、で、こちら、ズームライバルフライ。こちらもエンジニアードメッシュをアッパーに採用しています。はい、ただちょっとアップにするとわかるんですが、違いますよね、パターンが。なんか規則性があるパターンですね。オープン、タイト、オープン、タイト、オープン、タイトとなっている。ちょっとライバルフライ1と比べると柔らかい触り心地、または履き心地になっています。で、ここに合成樹脂がブッと入っていて、はい、このシューレースの部分もですね、合成樹脂が採用されてるんですが、これはすごく薄手になってます。前作と比べるとかなり薄手になっています。で、終端も、はい、ゆるい U 字型に変わってます。左右非対称は変わらないんですが、V 字ではなくて、ゆるい足首の形に合ったゆるい U 字型になっているので、個人的にこちらの方が快適でした。で、終端に入っていた、補強パーツというか柔らかいクッション材のようなものがなくなっています。そこまで、気にはならないポイントですが、サイズ選択をする上で結構大事。あと走った時に感じたんですけれども、こちらの方が本当に柔らかい履き心地となっていました。はい、終端一つでここまで影響するというのはなかなかないのかなと思います。で、足首部分もわずかに薄くなっているのかな。はい。ちょっと薄くなってます。なので、1と比べるとこちらの方がゆったりした印象、よりですね、日本人の足幅に合っているのかな。甲が高くてちょっと広めのアスリート、日本人には合っているのかなというふうに感じます。で、ヒールもそこまでせり上がってないんですが、前回のやつがぐっとこんな、なんだろうね、本当に見せろって話なんですけど、ギュッとタイトになってるんで、正直ここにピタッとフィットするってことはなかったんですよね。なので、よりですね、かかと、こっちの形状の方が、かかとがここにスポッと収まるので、足を動かした時にすっぽりはまるのはライバルフライ2の方なのかなと思います。で、ミッドソールは変化がないです。はい。変化がありません。はい。形状全く同じですね。はい。クシュロンを使っていて、なおかつオフセットも 7.7mm ですね。前足が 12mm のヒールが 19.7mm。で、ラストも MR45 と変わらないです。で、アウトソールも変わってません。ちょっと汚れてますが、変わってません。全く変わってません。なので、同じ耐久性が高くて、なおかつ柔軟なアウトソールになっております。で、ズームエアの位置ももちろん変わってないです。同じです。で、さっき、足型ですね。MR45 と言いました。こちらは、日本人に向けて作られた、日本で開発された日本人に特化した足型となっているので、非常に快適に履くことができます。ピタッとフィットする。ちょっと幅が全体的に広めの作りになっているということですね。なので本当に日本人に向けて作られた一足、モデルなのかなと。で、ライバルシリーズの後継品ですね。ライバル6の後継品に当たるのがこいつ。で、こいつの後継品に当たるのがこいつとなっております。はい。で、まずどういったランナーに、今、機能、構造ですね。あと重さ、オフセットであったりですとかっていうのを紹介したんですけど、どういったランナーに向いているのかと言いますと、毎日、ランニングをする方、または毎日部活などで、実業団なので、トレーニングをされる方に向けて作られた一足になってます。本当に耐久性と、もちろん軽さもそうですし、あとは毎日練習する上で足に負荷がかからない、シューズっていうのを目指して、で日本人ぐらいなんですって、その毎日過酷な練習をするの。で、それを海外のナイキの方が見たときに、これはこういう方々に特化したシューズを作らなきゃいけないねっていうことで開発されたのがこのライバルシリーズになっておりますので、本当に日本人に向けて作られている商品であることは間違いなくてですね、履いていただくとよりわかると思うんですが、他のシューズですね、比べると足
に対してのすごくふわっとしてる部分なんですが、足を包み込むような感覚であったりとか、これみたいな感じをもしかすると一番感じるアッパーの構造なのかなと思います。で、通常シューズっていうのは3足を併用することで、寿命を全うするというか、シューズ本来の力を長い間発揮させることができると言われています。ミッドソールに負荷がかかっていって、1日を終えるときにですね、下駄箱に置くときにはちょっとミッドソールが沈んでいると。で、そういった、沈みを3日間かけてシューズは自分自身で直そうとする。ただ毎日履いてしまうと、治る前に履いてしまうので、どんどんミッドソールがへたっていってしまうといった懸念点があるんですが、そういったところも考えていて、フォームの密度っていうのはすごく濃くしているので、毎日同じシューズを使っていても、ある程度寿命を全うすることができると、いうように、部活生にとって嬉しい部分っていうのは、こういった機能面である。プラス価格もお安めですね。1450円ですね。税込みで買うことができるので、お小遣いで自分がね、新しいシューズを買おうとした時にも手が出やすい。他メーカーを考えるとちょっと高めかもしれないんですが、機能面を考えるとすごくお安めのシューズになっているのかなと思います。もちろん一般の方も毎日、数キロ、5キロから10キロですね、ランニングをされる方、なおかつ経済的に行いたい方っていうのは、こういった耐久性が強くて足に負担が少ないシューズっていうのを選択肢に入れてもいいんじゃないでしょうか。なおかつこういったデザイン性にもすごく優れていて、シュッとしている、普段履きにも使えそうなこういうデザインっていうのは非常に見た目にも美しくてですね、デザイン性が良ければモチベーションを上げて毎日ランニングしようと思うのではないでしょうか。で、違いはですね、重さとですね、アッパー自体の足当たりっていうのが一番違います。こちらはちょっとさらっとしすぎている。ちょっと硬いかなと思います。で、あとはヒール部分がちょっととんがりすぎていて、そこがちょっと不快に、良かれと思ってやったところが、実は不快に感じてしまう部分なのかなと。あとはこの終端の、この中に入っている保護パーツ、クッション材がちょっとアッパーのこの部分を圧迫してしまうと。それを細かい部分を改良して足当たりを良くしたアッパーっていうのがこのライバルフライ2なので、1を選択するっていうのは現時点であまりないのかなと。こっちの在庫がなくてちょっと試してみようとか、まずは1からっしょって思う人以外はできれば2を買ってほしいです。で、共に、ワイド幅、.com には売ってない、ナイキ .com には売ってないんですが、ワイド幅のモデルも用意があるので、お近くのスポーツ店などでご確認してみてはいかがでしょうか。で、概要欄に、商品ページ、ナイキ .com の URL と、通常レギュラーモデルとワイドのスタイル番号ですね、品番なども載せているので、ぜひ検索の参考にしてみてください。では、この内容を細かくですね、記事にして、またアップしますので、動画と合わせてご覧いただければと思います。で、この次、B 面が記事ですね。で、C 面で、こいつら2人をちょっと分解していこうかなと思っていますので、お楽しみにしていてください。少し駆け足プラスちょっと飛び飛びの説明にはなりましたが、ライバルフライ1、2の違いと細かい説明となっておりました。ではまたお会いしましょう。バイ。はい。ライバルフライ1が 233g で、ライバルフライ2が 228g なので約 5g の差となっております。5g、両足で言うと 10g ですね、の差になるので、大きい差と感じる人もいるのではないでしょうか。